世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はこちらの光っている剣ですね。これに触れるととあることが起きるんですけれども、そちらの紹介をしていきたいと思います。ゲームの世界ではね、地面に刺さっている剣っていうのがたびたび登場します。大体が世界観的にもゲームシステム的にも大きな意味を持っていることが多いんですよね。ゼルダの伝説のマスターソードしかり、ダークソウルのかかり火しかり、どちらもめちゃくちゃ大事なオブジェクトですよね。そういった意味を持つオブジェクトの中で僕が最も好きなのはダークソウルシリーズに登場する宝死体ですね。ソウルシリーズでは道中にたくさんアイテムが落ちていて、それを収集するっていうことも楽しみの一つになっているんですが、基本的にアイテムが裸で落ちているっていうことはないんですよね。全てのアイテムが死体の上に落ちてるんですよ。時には偉大な英雄のソウルを抱えていたり、時にはクソ団子を抱えていたり、なんかこういろいろと想像させられるものがありますよね。よくよく観察すると死体のポーズとかもね、かなり凝ってたりするんですよね。一番印象的だったのはブラッドボーンに出てくるガラシャの拳というアイテムなんですけど、それを抱えていた宝死体がね、すごく大柄な死体で、何かこう祈るようなポーズをしながら牢屋の中で死んでるんですよね。ガラシャさんは大柄な超強い女性だったみたいなテキストがゲーム内に確かあったと思うんですけど、皆が左手に銃を装備する中、拳一つを握り続けた彼女の死に様が祈りだったっていうのは、なんかこうグッとくるものがありますよね。そういったオブジェクト一つを取ってみてもね、作り手側がしっかりと意味を込めてくれたものっていうのはプレイヤーからしてもやっぱり嬉しかったりしますよね。では話を戻すんですが、今回実装したこの光る剣、ゲームシステム的にも世界観的にも意味のあるものになってるかなと思います。それでは早速このバイキングさんに剣に触れていただきましょう。この先、歴戦の魂渦巻く闘技場。ここに何度も通ったと体は覚えているようだが、私にはそんな覚えはない。これは彼自身が自発的に発言しているわけではなく、その手に握った剣を通して、あるいはその先につながっている大地を通して、そこに眠る記憶の残滓が脳内に流れ込んできているような状態です。このゲームではもともとちぎりという神との対話アクションが用意されていますので、大地に刺さった剣というものは少し宗教的な意味も含んでおります。そういったものに記憶の残滓がこびりついているっていうのは結構自然な流れかなと思うんですが、結局作り手側の意図としては、要は世界観に合った看板を立てたいっていうことですね。ダークソウルでも血文字っていうシステムがありましたけれども、あれは地面にね、オレンジ色の文字でいろいろヒントだったりフェイクだったりを書くことができるっていう仕組みでしたよね。テキストの情報をレベルの任意の場所に表示できるシステムっていうのはいろいろと使い勝手がめちゃくちゃいいんですよね。ソウルシリーズでも極端な難所においてはね、公式からのヒントとして血文字が使われたりしていました。あれがなかったら風車を燃やせなかった人もたくさんいるんじゃないですかね。現在開発中のこの千葉のぼらば竜の降るというゲームも年内にね、できれば体験版リリースしたいなと思ってるんですが、その際にね、チュートリアルだったりとかそういったものも必要になってきますので、やはりテキストを世界観を壊さない形でプレイヤーに読んでもらう仕組みっていうのはどうしても必要になってくるなということで、前々からいろいろ試行錯誤してたんですけれども、これ実はプログラマーの三つさんからの提案なんですよね。ちぎりをした時に剣から、あるいはその先の大地から情報が直接脳内に流れ込んでくるっていうのをどうですかっていう風に提案してもらって、いやもうそれしかないやんってなりましたね。もともとこのゲームはね、戦場フィールドとかにね、誰かしらが使っていたであろう剣とかが普通に刺さっていて、それを引っこ抜いてね、そのまま戦えるみたいなゲームですので、フィールドにたくさん武器が刺さっていてもそれほど違和感がありません。世界観的にもね、第一信仰が盛んなこの地において、少々メタ的な文章が大地から浮かび上がってきたとしても、なんとなく許されそうというか、そういった狙いもあったりします。ソウルシリーズではね、血文字がチュートリアルのギミックとしてね、毎回恒例のように使われていますが、うちのゲームでもチュートリアルの時にね、この看板の役割を果たしてくれる地面に刺さった武器っていうのがいい仕事をしてくれるんじゃないかなと思っております。というわけで今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。